高瀬舟。高瀬舟は京都の高瀬川を登ったり下ったりする小さい船だ。江戸時代に京都の罪人が島流しになるとき、この船に乗った。京都町奉行所の同心がそれを護送した。島流しになる罪人は全員が極悪人というわけではない。かわいそうな罪人もたくさんいた。例えば、女と一緒に死ぬつもりだったが、一人だけ生き残ってしまった男などだ。高瀬舟には、罪人の親類が一人一緒に乗って、大阪まで見送る習慣があった。規則で決まっていることではない。黙認されていただけだった。罪人は夕方、その親類と一緒に高瀬舟に乗る。大阪まで一晩、二人でそれまでの話をする。罪人自身の後悔と、罪人の親類になってしまった人に起こった悲惨な出来事を、護送の同心は聞くことになる。事件を調べたり、刑罰を決めたりする同心たちには、絶対に知ることができない、救われない悲しい話だ。それをただうるさいと思う同心もいるが、大抵は同情する。密かに涙を流す同心もいる。それで奉行所の同心たちはみんな高瀬舟の仕事を嫌っていた。ある日、喜助という罪人が高瀬舟に乗った。30歳ぐらいの痩せた男で、親類はいなかった。一人だった。護送の同心、庄兵衛は、彼が弟を殺したとだけ聞いていた。庄兵衛は喜助を不思議な男だと思った。他の罪人たちと何かが違う。春の終わり、夏の暑さが近づく頃だった。へさきの水の音だけが聞こえる静かな夜。月は薄い雲に覆われていた。罪人は船の上で寝てもいい。しかし喜助は寝ないで黙って月を見ている。その顔には悲しみも後悔もない。晴れやかだ。庄兵衛はずっと喜助の顔を見ていた。不思議だった。喜助はどう見ても楽しそうなのだ。旅行にでも来ているような顔だ。庄兵衛は今まで何度も高瀬舟で罪人を護送した。みんなかわいそうな様子だった。喜助はたった一人の家族だった弟を殺したのだ。もし弟が悪い男だったとしても、少しは悲しそうにするのが普通ではないか。この男には人の心がないのか。しかし、そうも思えない。もしかして気が狂ったのか。いや、気が狂った人の言動とも違う。しばらくして庄兵衛は我慢できなくなって聞いた。喜助、何を考えている？はい。喜助は何か叱られると思ったのか、庄兵衛の顔色をうかがった。いや、理由があって聞いたのではない。実は、私が今まで護送した罪人はみんな、
一緒に乗った人にそれまでのことを話して泣いた。しかし、お前は違う。楽しそうに見える。だから、何を考えているのか気になったのだ。お前は島流しにされるのが嫌ではないのか。庄兵衛が聞くと、喜助は笑った。気遣っていただいてありがとうございます。確かに島流しにされるのは悲しいことかもしれません。でも、そう思うのは楽をしていた人たちでしょう。島の生活は辛いかもしれません。でも、私が今まで経験したことの方が、きっと、ずっと辛かった。私には今まで自分がいてもいい場所がありませんでした。どこにも居場所がなかったんです。今はお上に島へ行けと。その島にいてもいいと言われたんです。私は初めて自分の居場所をもらいました。ありがたいことです。それに、こうして200文ももらいました。喜助は胸に手を当てて、着物の上からその金を触った。当時は島流しの罪人に200文の生活資金を渡す規則があった。恥ずかしいことですが、私は今日まで200文ものお金を持ったことがありませんでした。給料をもらっても、そのまま借金を返しに行って、また借りるだけでした。仕事を見つけるのも大変ですから、給料が安くても雇ってもらえれば一生懸命働きました。食べ物が買えない時もよくありました。でも、ありがたいことに、母は私を丈夫に産んでくれました。食べなくても大した病気になったことがないんです。でも、牢屋に入ってからは、働かなくてもご飯がもらえました。嬉しかった。しかも、牢屋を出るときには、こうして200文ももらいました。お上に感謝しています。私は生まれて初めて自由に使えるお金をもらったんです。島でどんな仕事ができるかわかりませんが、このお金で何か新しいことを始めようと思っています。だから今、とても楽しいんです。そう言ってから、喜助は黙った。庄兵衛は、そうか。と言ったが、他に何も言えなかった。庄兵衛は初老の男だった。妻と4人の子供がいる。母が生きているから家族は全部で7人。贅沢をしなければ暮らせる給料をもらっている。しかし、妻は裕福な商人の娘だった。贅沢に慣れていたから、夫の給料だけでやりくりすることができなかった。妻は夫に相談しないで、よく実家から金を借りた。庄兵衛はそれに気がつくと嫌な気持ちになった。自分の給料が不十分だと責められている気がした。それで妻との関係が悪くなることがよくあった。庄兵衛は喜助の話を聞いて自分の生活と比べてみた。自由に使える金がないのは自分も喜助も同じだ。お上からもらう額が違うだけだ。喜助が200文もらって喜んでいる気持ちは庄兵衛にもわかる。今の自分は200文の貯蓄もできないのだ。しかし、喜助がそれで満足しているのが
庄兵衛には不思議だった。喜助は仕事が見つかれば一生懸命働いて、少し食べ物が手に入れば満足した。牢屋に入ってからは、働かないでも食べ物がもらえることに満足した。庄兵衛は今まで満足したことがない。自分は仕事を探さなくてもいいし、借金をする必要もない。しかし満足できない。急に仕事がなくなったらどうする？病気になったらどうする？貯蓄をしなければならないと思う。だが、もし少し貯蓄があったとしても、自分はまだ満足しないだろう。今の喜助のような気持ちにはなれない。人はみんな病気になったら健康になりたいと思う。健康でも金がなかったら金が欲しいと思う。金があっても貯蓄がなかったら貯蓄したいと思う。貯蓄があってもまだ足りないと思う。人はどんな状況でも満足しない。人間の欲望には限りがない。だから苦しい。しかし目の前に欲望に限りをつけた男がいる。庄兵衛は月を見ている喜助の頭に後光が差しているように思えた。喜助さん、と庄兵衛は言った。同心が罪人をさん付けで呼ぶのは変だ。しかし思わず言ってしまった。はい。と答えた喜助も変に思ったのか、庄兵衛の顔色をうかがった。庄兵衛は罰が悪いのを我慢して言った。個人的なことを聞くが、お前は弟を殺したから島流しになったと聞いた。どうして殺した？事情を話してくれないか？わかりました。喜助はかしこまって小さい声で話した。私は小さい頃に両親を疫病で亡くして、ずっと弟と二人で生きてきました。はじめは事情を知っている近所の人がいろいろ恵んでくれました。大人になってからは、できるだけ弟と一緒に雇ってもらえる仕事を探して、二人で助け合って働きました。でも、今年の初めに弟が病気になって働けなくなりました。北山の小屋に住んでいたんですが、仕事が終わって小屋へ帰ると、弟はいつも、兄さん一人に働かせてごめん、と謝っていました。ある日、小屋へ帰ると、弟が首から血を流していました。首にカミソリが刺さっていました。まだ息がありましたから、私は何があったのか聞きました。弟は苦しそうに答えました。僕はもう治らないから、早く死んで、兄さんを楽にしたい。喉を切ったら死ねると思った。でも、失敗した。兄さん、このカミソリを抜いてくれ。そうしたら、僕は死ねる。ほとんど聞こえない声で、そう言いました。私は、すぐ医者を呼ぼうと思いました。しかし、弟が止めました。医者が来ても無駄だ。もうすぐ死ぬ。苦しい。早く死なせてくれ。兄さん。私は迷いました。でも、弟の目が、早くしろ、
早くしろと言っているようでした。恨むような、泣いているような顔でした。私はとうとう弟が望む通りにしてあげようと思いました。それで弟の首に刺さったカミソリを抜きました。弟はすぐに嬉しそうな顔になりました。その時、はっという声を聞きました。私がいない時に弟に薬を飲ませてくれるようにお願いしていた近所の人が、いつも通りに弟に薬を飲ませに来たんです。それで、私が弟の首からカミソリを抜くところを見た。その人は走ってどこかへ行きました。私はそれから近所の男たちが私を捕まえに来るまでずっと目を半分開けたまま死んでいる弟の顔を見ていました。喜助は少し下を見ながら話していたが、そう言ってから自分の膝を見てまた黙った。庄兵衛は考えた。これは人殺しなのか。喜助は弟殺しの罪人なのか。弟が自分で喉に刺したカミソリを抜いてくれと言った。だから抜いた。彼は弟を殺した。しかし何もしなくても弟は死んだ。弟は苦しすぎて早く死にたかった。だから喜助はその苦しみから救ってやった。それが罪なのか。庄兵衛は考えたが、答えは出なかった。これは、喜助に島流しを申し渡したお奉行様の判断が正しかったのだと信じるしかないと思った。しかし、どこか納得できないものを感じた。お奉行様に聞いてみたいと思った。夜は更ける。沈黙の二人を乗せた高瀬舟は、静かに黒い川の上を流れていった。